春の真鶴で見つけたウミウシたち。こんにちは、ほやです。今回は、2025年の2月から4月に、真鶴のタイドプールで出会ったウミウシたちを紹介します。この期間に5回、ウミウシ探しに行っていますので、出会った回数が多い順番に紹介します。それでは、始めましょう。相模ミのウミウシです。大きさは25ミリ前後のものが多く見つかりました。真鶴では年間を通じてたくさん見つかるウミウシで、この期間もウミウシを探した全部の日で見つかっています。全身ピンク色のド派手なウミウシで、大きさもそれなりにあるので、見つけやすいウミウシだと思います。水面ギリギリの場所を好むようで、引き潮に間に合わずに、干からびかけているやつも、たまに見かけます。乙女ウミウシです。大きさは、20ミリ前後のものが、多く見つかりました。相模ミのウミウシと同じく、真鶴では、年間を通じて、たくさん見つかるウミウシで、この期間も、ウミウシを探した全部の日で、見つかっています。また、相模ミのウミウシと、同じ場所で、よく見つかるので、一緒の石に、ついていることもあります。白い体に赤い触覚は、よく目立つので、見落とすことは、あまりないウミウシだと思います。産卵をしている個体も、ちらほらと見かけたので、この時期が、産卵シーズンなのでしょうか。緑アメフラシです。大きさは、30ミリ前後のものが、多く見つかりました。春は、アメフラシの仲間のシーズンですが、一番早く、一番たくさん出てくるのが、この、緑アメフラシです。全身に広がる、白い斑点と、目玉模様が特徴的で、黄色っぽいやつから、緑色っぽいやつまで、色にはばらつきがあります。産卵シーズンなので、海そうめんと呼ばれる、細長い卵と、一緒に見られることも、多かったです。天草アメフラシです。大きさは、40ミリ前後のものが、多く見つかりました。春は、アメフラシのシーズンなので、いろいろな種類の、アメフラシが見られるのですが、天草アメフラシは、あまり特徴のない、アメフラシです。地味な印象を受ける、アメフラシの仲間で、見分けるポイントが、わからなかったのですが、いろいろ調べてみたところ、うっすらと見える、シワみたいな模様が、見分けるポイントのようです。普通のアメフラシは、刺激すると、紫色の汁を出しますが、天草アメフラシは、白い汁を出します。色味のウミウシです。大きさは、30ミリ前後のものが、多く見つかりました。磯遊びで見つかる、ミノウミウシの仲間の代表で、だいたい、どこの磯にもいます。毒々しい、色をしていますが、食べたものの状態によって、色が薄くなったり、濃くなったりします。10ミリくらいの、ちびっこも見つけました。このくらいだと、毒々しさもあまりなくて、かわいいな。黒ヘリアメフラシです。大きさは、25ミリ前後のものが、
多く見つかりました。名前の通り、体の縁が黒くなっているのが特徴で、個人的にはアメフラシの仲間で一番好きなデザインです。カラーバリエーションが結構あるのですが、最近の研究では、色の違うやつは別の種類ではないかと考えられているようです。背中のひだひだの部分を使って泳ぐことができるらしいですが、実際に泳いでいるところは見たことがありません。アメフラシです。大きさは200ミリ前後のものが多く見つかりました。ウミウシに限らず、磯遊びで見つかる生き物の中でも、一番大きい部類に入る生き物だと思います。このくらい大きいと、水中で撮影するより、水面上からの方が、撮影しやすかったりもします。春はアメフラシのシーズン、とは言いますが、この大きなアメフラシが出てくるのは、春の中盤から終わりにかけてです。エダウミウシです。2匹見つけて、どちらも20ミリくらいの大きさでした。体の側面についているふさふさしたやつは青白い光を放っているらしいですが、弱い光なので暗い場所じゃないとわからないみたいです。こちらはさっきのやつより白っぽい色をしていますが、カラーバリエーションの一つみたいです。別の種類で白エダウミウシというのがいるので、ややこしいですね。黒下なしウミウシです。大きさは10ミリくらいのやつと25ミリくらいのやつを見つけました。真っ黒な体にオレンジ色の縁取りがシンプルながらも美しいウミウシです。浅い場所に住んでいるウミウシなので、ダイビングがメインの人はあまり見たことがないらしいです。以前は真鶴ではあまり見つからなかったウミウシなのですが、ここ2年くらいでちらほらと見つかるようになってきました。サラームミのウミウシです。2匹見つけて、大きさはどちらも10ミリくらいでした。触角につぶつぶ状の突起がたくさんついているのが特徴です。このつぶつぶが色味のウミウシと区別するポイントなのですが、色味のウミウシは20ミリ以上のものが多く、サラームミのウミウシは10ミリくらいのやつが多いので、シンプルに大きさで区別しても、それほど間違わないと思います。相模湾沿岸なら、どの磯にもいると思いますが、数はそれほど多くないです。赤キセワタです。10ミリくらいの個体を見つけました。名前の通り、赤い個体が多いのですが、真鶴で見つけた個体は、薄い黄色っぽい色をしていました。現時点では、カラーバリエーションとされているようですが、別の種類ではないかという疑問も持たれているようです。のっぺらぼうの地味なウミウシなので、これがウミウシの仲間だと知っていないと見落としてしまうと思います。赤星ウミウシです。20ミリくらいの個体を見つけました。赤い水玉模様が可愛いウミウシですが、ウミウシを食べる肉食性のウミウシです。基本的には
岡田ウミウシのような、3ミリくらいのウミウシを、丸ごと食べるようですが、岡田ウミウシがいないときは、ミノウミウシの仲間に噛みついて、体液を吸い取るようです。見た目の可愛さに対して、かなりえぐい食べ方をしますね。食べている様子を、紹介している動画を、概要欄に貼っておきますので、興味のある方は、見てくださいね。乙女緑貝です。10ミリくらいの個体を、見つけました。黄色と緑のグラデーションの体に、白い縁取りは、なかなかのセンスの良さですね。体の緑色は、海藻から取り込んだ葉緑体で、光合成をさせて、栄養分をもらっているようです。緑貝という名前がついているウミウシの中でも、小型の種類で、知っていないと、見落とすことが、多いと思います。絹肌モドキです。20ミリくらいの個体を、見つけました。もっちりした体つきに、頭のところが、ギザギザになっているのが、特徴です。コロコロした、可愛い見た目をしていますが、先ほど登場した、赤星ウミウシと同じ肉食性で、ウミウシを食べるウミウシとして知られています。相模湾沿岸なら、割とどこでもたくさん見られるウミウシです。つづれウミウシです。20ミリくらいの個体を見つけました。白からグレーを基本として丸い斑点が散らばっているという比較的地味な姿をしたウミウシです。模様のバリエーションが多い印象があります。最近の研究では、つづれウミウシに分類されている中にも別の種類がいるんじゃないかという疑問も生じているようなので、今後の進展に注目ですね。白線ミノウミウシです。10ミリくらいの個体を見つけました。名前の通り、体に白い線が入っているのが特徴ですが、小さくて細長い体をしているので、拡大してみないと、かなりわかりにくいです。太くて短いミノの根元が赤くなっているのも特徴の一つです。水温が上がってくるとともに、見つかる数が増えていく印象がありますが、ここ数年は、春の水温が低い時期にも、ちらほらと見られるようになっています。ヤツミノウミウシです。10ミリくらいの個体を見つけました。1年を通じて浅い場所でたくさん見つかるウミウシですが、寒い時期は数は少なめになります。かなり干上がったタイドプールにもいたりするので、水温の変化や塩分濃度の変化にも強いみたいです。相模湾沿岸なら、だいたいどこの磯でも見つかると思います。隠れ火山ウミウシです。15ミリくらいの個体を見つけました。ゴツゴツした黄色の体に網目状の模様が全身に入るのが特徴のウミウシです。似たような姿をした別の種類のウミウシも多いので、区別するのが難しいです。隠れ火山ウミウシという名前ですが、どこら辺が隠れで、どこら辺が火山なんやろな。白姫ウミウシです。5ミリくらいの個体を
見つけました。葉山では、見たことがあったのですが、真鶴では、初めて出会ったウミウシです。5ミリの極小サイズでしたが、30ミリくらいまで大きくなるので、たまたま、小さいやつを見つけた、という感じですね。いわゆる、ウミウシらしい姿をしていて、赤紫色の触覚と、黄色を含む縁取りが、とても可愛いウミウシなので、かなり必死に撮影していました。長ヒゲイバラウミウシです。10ミリくらいの個体を見つけました。初めて出会ったウミウシだったので、見つけた時は何ウミウシなのか全然わかりませんでした。家に帰って図鑑やネットで1時間くらい調べて、ようやく長ヒゲイバラウミウシという名前にたどり着きました。ウミウシの観察を始めて20年以上経ちますが、未だに初めて出会うウミウシがあります。ウミウシは1500種類以上いるので、まだまだ新しい出会いは期待できそうです。今回紹介するウミウシは以上です。2025年の2月から4月に真鶴のタイドプールで出会ったウミウシは20種類でした。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。